皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今週はちょっとでかいテーマで日本のはい、スポーツのスポーツの現在地現在と未来を地と未来を考える考える。というところで2回目にボクシングを取り上げたのは、まあ2度も続けて、日本で死亡事故が出たということがあるんですけれども、はい、実はこういう私大好きなロッキー・マルシアーノという人の評伝があるんですけれども、はい、この中でロッキー・マルシアーノって49戦0敗、無敗。無敗のままチャンピオンとして引退うん、した人で、まあ、ウェルザー・メストというボクサーが50勝無敗か、いうのを作った、うん、敗れたんですけれど、抜かれたんですけれども、このロッキー・マルシアーノが面白いことを言っているのは、ボクシングはいずれ近いうちになくなるだろうと。うん、で、どのようになくなるのかというと、これほど危険なスポーツはないから、うん。かつてのローマ帝国時代のグラディエーターと同じようになると。これははい。私は宣言したいというふうに言っていたんですね。うん。これに対して、やっぱりボクシングっていうのは見ていて私も嫌いじゃないんですよね。というのは、あれほどテクニックの高度な、スポーツってないんですね。はい。要するにナックルパート、要するにここでしか相手を殴っちゃいけないと、はい。ストレートかフックかアッパーカットしかないと。うん。それだけなんですよね。うん。それで、あとはそれを避けるかどうかで、腰から上しか殴っちゃいけないっていう、まあ、それが生まれたのは政治的なイギリスの意まあ、味イギリもあるんですけスれども、からですかね。そういう、まあ、ものすごくは基本的な原始的な、なんとかスポーツはい。に対して、今はe スポーツであるとか、もういろんな新しいスポーツが出てきていると、対極にあると思うんですが、さて、このボクシングは、この先、どうなっていくのかな、あるいはどうしたらいいのかな、なんていうこともちょっと考えるんですが、山本さん、どう思われてますかね、このボクシングというような、プリミティブな、まあ、スポーツって言ってもいいと思うんですけれども。うん。今回のね、死亡事故、はい。急性硬膜下血腫っ硬膜下血症、ていうはい。のね、ニュースでよく流れてますけど、まあ、何人か亡くなられているんですけど、ちょっと調べたんですけど、はい。CNN がね、2019年にその特集を組んでる記あ事があっあ、はい。て、うん。で、これね、1890年から2011年までの間に、はい。1600人前後がボクシングで命を落としてるっていう記事おー。があったんですよね。まあアメリカのおー。記事なんですけど、はい。でも、ボクシングはストリートの黒人の若者たちや移民の若者たちにとって大切なシェルターであり続けていると。あ、シェル、要するに薬物とか暴力とか犯罪に、とかそういったところに手を染めないように、しかもうん。十分うな教育を受ん、けていない若者たちにとっては、ボクシングっていうのは非常に大切な社会的フィルター、シェルタシェーであるルターに。うん。から、はい。やっぱりそのある程度こう事故があるっていうこと以上に大きな社会的意義がボクシングにはやっぱりあるよっていうことは黒人社会や移民社会の中ではまあ語られ続けているとういうん。ようなことをちょっと勉強したんですが、うん。でもね、死者の数をちょっと調べるとはい。1920年がピークで、はい。これ233人全世はい。界で亡くなってあ、るんですよね。はい。うん。でも2000年代に入って十数年の間に100人前後。あだから事故のあ。うん。数はすごく減ってきていて、うん。それで一番大きなセンセーションになったのは1983年に韓国のはい。キムドックっていうライトはい。級の選手がタイトルマッチに挑戦した後亡くなってしまったあ、はい。ことを機に12ラウンド制になったりとはい。ああ、はか、いはい。まあ、注意深く、こう、早いストップをかけるとはい。かということで、まあ、事故を防ぐ方向には今、なっていると。うん。で、じゃあ、どれだけ危険かっていうと、見はい。た目確かに危険なんだけれど、オートバイレースやスキューバうん。ダイビングや、
アメリカンフットボールとか、うん。それから競馬、はい。そういったものよりもはるかに死者の数は少ないと。いうこああ、とを、まあ、アメリカのボクシングライターはそういうふうに言って、まあ、ボクシングを少しディフェンスする資料を出してるっていうところはなるほど。あります。うん。うん。でも、少ないから、いいというわけではないでしょうけれもちろん。ども、どんどん減ってきている、その減りうん。方というのが、すごく、よくは減っているというん。うのは、決して見過ごすことのできないことうん。だとは思いますね。確かに、最近のボクシング見ていたら、ノックアウトになるのも、レフェリーストップはかなり早いですし、うん。昔の、それこそ、ムハメド・アリのもっと前のボクシング見まうん。すと、止めないですからね。もう、そうでものすすね。ごい殴り合いしてますからうん。ね。だから、なるほど。ということで、山本さん、この先は、やっぱりこの傾向をやっぱりキープするっていうか、そのうん。シェルターとしてのあり方というん。うのが、社会の方が良くならないからシェルターが必要だといううん。言い方もできますよね。そうですよね。ですよね。うん。これはそのシェルターの役割っていうのはまだまだ続きそうな感じはあまあ、りますか？これはもうアメリカは特に格差社会ひどいですからね。はいはいあれだはい。け移民いじめが起きていて、人種差別はい。ひどいアメリカの中では、やっぱり黒人や移民の若者たちにとっては、本当に大事な教育される場所だし、ああ、なる友ほどね。人を作る場所だし、はい。ちゃんとした大人と出会う場所だし、はいはい。そういう機能は相変わらずこれからもボクシングは担っていくんだと思うんですけなるど、ほどね。さっき紹介しました、このロッキー・マルシアーノうん、というボクサーなんですけれども、晩年といいますか、引退してからは、モハメド・アリとすごく仲良くなりまして、うん、二人で肩を組んで、ハーレムとか黒人街の方に何度も、行こうよという約束うん、をしていて、それを実行する最中に先に亡くなっちゃったんで、うん、残念ながらできなかったんですけれども、うん、要するに白人と黒人がこんなにボクシングで仲良くなったんだと、我々が示したいとうん、いうことを、モハメド・アリも言ってたといううん、ことがあるんですね。そういう意味では、差別されている人たちのシェルターの役割を果たすスポーツという言いうん。方ができると思うんですが、小林さん、今、山本さんの話聞かれてどう思われました？いや、すごく興味深いし、それは事実なんだろうはい。なと思いますね。なるほど。はい。うん。だからといって世界中でね、これがはい。容認され、まあ野放しになっていいのかっていうのはまたうん。違いますよね。はい。もう結構前からヨーロッパではボクシングそのものをね、禁止すべきだっていうようなはい。議論がよく出ていたけ出れども、ていましたですね。はい。日本は全然こう取り合おうとしていないっていうか、はい。ボクシングは競技なんだっていう、なんうん。かこう、それだけでね。うん。うん、ただ今回なぜ同じ日にはい。やった二人が亡くなったり、急にその事故がまた増えたのかっていはい。う理由みたいなものをちょっと調べてみると、うん。まあ、専門家は、一人はこういうことをおっしゃってるんですよ。井上尚弥とかね、ああいうこう、はい。非常に鋭いパンチを一発で相手を倒す選手が出てきて、非常にみんなが刺激を受けていると。あで、そのあ。強烈なパンチをもう序盤から繰り出すことのできる選手が増えてきたとういうふうな言いん。方をしてういて、ん。で、その裏には、やっぱり科学の進歩っていうんですかね。まあ、体重制限はあるけれども、そのウエイトトレーニングとか、科学的トレーニングでパンチ力を鍛えるっていうようなことはい。もかなりできるようになっているという説があるし、うん。からもう一つ調べてて、と思ったのは、減量の方法がどうも随分変わってるんですね。そおー。の、実は減量の規則も、ボクシング連盟は、協会はきちんと作っていて、例えば1はい。ヶ月前にリミットの、何パーセントはい。以内じゃなきゃいけないとか、うん。ものすごい無理なはい。減量をして、リングに上がるようなことはなくそうっていう努はい。力はされてるんだけうん。れども、昔はただね、我慢して、そうです。水を、とに水かく水飲まずに。分を出飲してみたいまないで。うん。これがね、どうも最近は、あの、逆に先に水いっぱい飲んで、で、うん。
直前に水を出す。それもこう、まあ、いわゆる科学的な研究に基づいて、おーどうしたら一番効率的な減量ができるかみたいな理論がうん割と出されてるみたいで、そういうものをこう、採用してる選手もいると。果たしてそれが、減量には効果的かもしれないけど、本当にその、コンディショニングという面から見たときに大丈夫なのかというようなことも、本当はやっぱり、まあ、もっと言えば、僕は試合前に10キロも落とさないとトップコンディションにならないっていう考え方そのものがね、本当なのかなっていうふうに思っちゃってるんですけどね。いやいや、昔私の知っているボクサーは20キロとしてましたけどね。でもそういうことで、要するに下の階級で戦う方が勝ちやすいと。自分の身長とか自分のパワーを考えたら、体重を落とした方が得なんだっていうこともありますけれどもね。ただ、どうなんでしょうか。そういう、プリミティブなと言ってもいいような肉体を酷使するまあ、争いですね、戦い。ボクシングのことを例えで、私聞いたときびっくりしたんですが、アルミ製の、弁当箱の中に、お豆腐を入れておくと。周りから、木槌で叩くと、弁当箱は何ともないけれども、中の豆腐は全部バラバラになると。これが頭蓋骨と脳みその中で起こっていることがそれなんだと。いうふうに言われたんですね。これはどうでしょうか、山本さん。この先もまだ続きますかね。シェルター論と科学論が出てきましたけれども。でもね、ボクシングは今でもね、やっぱ史上空前と言っていいぐらい実は人気が高いんですよ。まあ日本もそうだし、そうでイギリスもすね。そうだし、アメリカもそうなんですけど、いわゆるマスメディアじゃないところと相性が良くて、うーん。だからやっぱインターネットの中継とかとすごく相うん。性がいいコンテンツなので、はい。で、世界中の試合をどこにいてもリアルに見れちゃうっていう見えちゃう。環境がはい。整ってる。昔だったら日本のテレビで見なかったら世界タイトルマッチって見れなかったけれど、そうですね。ゴー今ルデンタイ世界中ムにて。の試合見れちゃううし、ん。その世界中の選手たちの情報を YouTube で得ることもできるし、はい。そういう意味では、かつてないほどファイトマネーも上がってるし、観うん。客の数も増えてるし、うん。関心も高まっていて、うん。で、テレビはもうそこにお金を出せない。特に日本そうですけど、はい。もうマスメディアではボクシングの中継できないですよね、おうん。金がなくてね。だからそういう状態になっているけれども、ボクシングの人気は史上空前規模で高まってるっていうな、ことは起きているんですよね。だから、ます。うますまん。すまだまだ続く。まあ、井上尚弥のやっぱね、快進撃はすごいと思います。すごいと思いますけれどもうね。ただん。今のお話聞きながら、このロッキー・マルシアーノが言っていた言葉を私は思い出しまして、ローマ帝国時代のグラディエーターのようになくなるって言われたんですけれども、現代社会の中でのローマ帝国時代とグラディエーターと同じようなものが、SNS で残っていくと、うん。ニューメディアで残っていくんだということがありそうで、感じがしたんですが、山本さん、うん。そういう感じします？そう、玉木さんがさっきね、おっしゃったように、やっぱボクシングってどうしてもプリミティブなものがね、はい、はい。こう、もう言葉では表せないプリミティブなものがこう、うん。現象として出てくるっていう一瞬はやっぱりたくさんあると思うんですけど、はい、はい。ただそれを支える周辺は、小林さんがおっしゃってたように、めちゃめちゃ現代科学化されてるんですよ。なしかもそれあ、が疑似科学で、例えば水抜きの方法ってエンタうん。メ化されてるんですよね。あ何人ものあ、ボクサーが試合前に何時間も自分を映し出して水抜きしてる様子をずーっとこう YouTube でああ、放送していくわけですよね。うん、うとみんなん、見るわけです。あ、ボうん。クサーってこうやってやってるんだ。だから水抜き自体が一つのエンタメのこう面白い番組になっちゃってるっていうところもなるほど。はい、はい、はい、多分いはい。ろいろな知識があって、まず塩を抜いて、うん。塩って体に水分を蓄える機能があるから、はい。ずっとまず塩を抜くっていう作業うん。はボクサーたちはやっていって、
その後、信也さんがさっきおっしゃったように、1日6、7リットル水飲みまくるわけ。飲んで、はい。うん。で、直前に一気に水を排出す。出させて、で、計量クリアするんだけれど、うん。その後、一気に吸収し直すから、本当うにバンタん。ム級の試合とか、ライト級っていうところの試合をやってるかどうかっていうと、かなり微妙なんですよね。なるほどね。体重がかなり、こう、不平等な状態で、実は、超回復して体重も一気に回復させたはい。ところで試合やってるから、回復具合によって体重はすごく不平等になっていて、うん。そういう減量の方法も、もしかするとやっぱり事故につながっているし、急速な脱水症状は絶対に脳に良くないので、うん。まあこれが死亡事故につながっているっていう可能性もあるうん。し、それから、のべさんがさっきおっしゃってたように、その、技術が上がってきていることにはい。対して、これ野球もそうだと思うんですけど、うん。ディフェンスの能力が追いうつかないんでん。すよ、攻撃になるほど。対して。はい、はい。で、今その過渡期を迎えているので、やっぱり重いパンチをかなりたくさん受けちゃうっていうことは今ボクシング界で起きてると思うんですよね。なるほどね。そうん。うか。いろいろ今回の事故からやっぱり学ばなきゃいけないこととか、うん。改めてルール見直さなきゃいけないことうん。とか、うん。やっぱジムがどうやって選手を育てるのかとうん。か、そういうところまで含めての大きい見直しをやっぱやった方がいいなと思いますね。なるほどね。うん。ものすごくつまらない質問をして山本さんに申し訳ないんですけど、山本さんボクシング好きですか？ボクシングで結構好き。僕ね、ユーリ・アルバチャコフの、はい。ああ、トレーある。ナーだった、はい。ジミンさんに随分ボクシング教えてもらってた時期があはい。るので、ああ、競泳の。そうそうそう。はい。もう23、25はい。年ぐらい前かな。はい。そう、だから今回も結構いろいろな昔のボクシングの仲間たちに話を聞いたりをしてるんです。ああ、そうですそうか。そね、私は具志堅用高が世界チャンピオンの時に、う。うん。ずっともう取材を長く付き合ってやったことがありまして、うん。具志堅とも、グローブを交えさせてもらったことあ、があるんですけまだジムが代々木にある頃ですか？そうです、そうです、そうです。代ああー、々木にやったなるほど。時に、脇腹にちょんとフック打たれただけでもう痛くてうやめん。ましたけれども、あの、おなんて言いますか、具志堅に、そのパンチを出すのって、その思い切り殴る時の力ってどうなるのって言った瞬間に彼が、殴るって言っちゃダメって言ったんですよね。要するに当てるっていう感覚で、急所に当てれば、それでいいんだからっていう。その、絵が描いてありますよね。よく、ジョーであって、チンであって、それから、テンプルであって、それからハートであって、スタマックであって、それとキドニーという、その場所に当てれば、もうそれで決まるんだからっていうことを盛んに繰り返して言われた、非常に、科学的な言い方だなって思ったんですけれどもね。うん。そういう話続けてるとこれからもボクシングはやっぱりなくならないと思う気持ちになってきたんですけれども、小林さんどうですか？僕はね、当はい。然僕は若い頃、佐伯幸太郎さんの影響とか、はいはい。スポーツノンフィクションを書こうと思うと、ボクシングを取材するっていう、はい。もう何人かのボクサーを、いわゆる追いかけると言いますか、はい。と取材したことがあるんですあ、が、そうですか。そのうちの二人がね、はい。一人は相手を、ノックアウトで、相手が死んでしまったというボクサーがおー。いて、ええ。で、彼は世界チャンピオンを期待されてたんだけれども、相手をそういうふうにしてはい。しまったことで、なかなか復帰できず、最後、日本うん。チャンピオンで終わるんですけど、うん。それからもう一人は赤井秀和さんですね。はいはいはい。僕ずっと赤井さんの試合を結構、近くで見せてもらって、で、最後に、ああいう、はい。赤井さん自身が視線をさまようという、はい。僕も病院に面会謝絶でしたけれども、そこはい。を訪ねて、なんとかはい。頑張ってくれないか、無事で復帰してくれないかなと。はい。そんな経験があっあて、もうボクシングをセンチメンタルで語っちゃダメだって思ったんですね。う若い、あん。る日にね。うん。うん。だから、センチメンタル、だからそれ以来、実はあんまりボクシングに深入りしてないんですけれども、だから改なるほど。めてね、あうん。のなんか考えさせられますね。なるほどね。まあ考えましょう。
ボクシング界の人も考えてほしいですが、一つだけね、付け加はい、どえると、うぞ、どうぞ、皆どうぞ。さんがまあ想定しているボクシングっていうのは当然プロボクシングの方だと思うんであ、すけど、もちろん、はい。アマチュアボクシングはまあ見ていてもつまらないってなるのかもしれないけど、アマチュアボクシングの指導者の人が、ちょっとあることで言ったのはね、あの、野球やってる人が、ボクシングはすごく危なくて、野球は安全だと思ってるみたいなんだけど、保険に入る時の、なんすか、危険度みたいなのあるじゃないですか。はい、はい、ありま危すね。険度によって保険料が変わるって。はい、変わる、はい。これね、野球とボクシングは同じ等級なんですよって。ああ、だからそれぐらいアマチュアボクシングっていうのは、ある程度そのルールの中で安全対策がされているから、そんなに死亡事故が起こるような競技じゃないんだっていうことが、まあ、そういう意味では認められていると。なるほど。で、野球の方がというか、野球は逆に安全だと思われてるかもしれないけど、実はやっぱりいろんな危険があるんですよって言われたときに、そうなんだ。ボクシングと野球が同じ程度の安全度っていうか危険度だって思ってる人ってどうだろう、そんなに多くないかなと思っいや、た記多くない憶がある。と思いますね。たはい。だ、私なんかも、高級のプロで使っているボールを家に持って帰ったりして、子供に、これが野球のボールよってさらしたら、怖って思いますもんね。うん。頭が痛い、こんな硬いのでやってるのっていう、テレビで見ていたら全然その硬さがわからないという、というので危険さがあると思いますが、最後にちょっとずつ、山本さんと小林さんに聞いたんですが、その一方に、ボクシング、あるいはレスリングというようなスポーツがあって、もう片方に新たに e スポーツのようなものが出てきました。これからの未来のスポーツのバランス、新しいスポーツと古いスポーツ、それはどんな風になると思われてますか？山本さんいかがですか？まあ一つ僕危惧してるのは、はい。やっぱり e スポーツのように、肉体性を伴わないはい。競技の人気は確かに高まっていくと思うんだけれど、はい。逆に言うと生身の肉体が、うん。押し出されていくスポーツは、やっぱりうん。過度に、なんていうのかな、大きなその圧力を出すような、はい。で今以上に生身の肉体をどんどん打ち出していくようなうん。方向によって e スポーツとの再化を図っていくとすると、うん。生身の肉体はますます危険になっていくだろうなと。なるほどうん、ね。肉体のパワーを上げて、スピードを上げて、暴力性を上げてっていうはい。ことによって、魅力を伝えていけばいくほど、うん。事故は増えるだろうし、うん。ただそのことによってしかスポーツが魅力を発信できないとするなら、うん。それはそれでまあ私たち含めて、まだスポーツの文化の意味をつかめてないんじゃないかなうん。っていうふううん。にもなるほど。思いますね。そうですね。うん。一回目の高校野球喋ってた時に、ファイティングスピリットという言葉をフリーダムスピリットに変えればと言った時に、うん。これがボクシングにも当てはまるかっていうことが私も考えたことがあうん。って、当てはまるというので、これから考えていこうと思ってるんですけれども、小林さん最後にその今言った e スポーツ、肉体性の問題、どういうふうに考えられますかね？やっぱり具志堅さんがね、おっはい。しゃった玉木さんに言ったことっていうのがすごい大きな手がかりだと思うんですよ。みんななえんかこう、たけだけしいスポーツで力任せにぶん殴うれとかん。殺そうそう。せぐらいのことをね、そう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 、言いま言っちゃう。すね。そこに熱狂しているというのは、これはやっぱり本来違うよねってうーいうあたりを、ん。井上のような番地がなんで聞くんだっていうこともうん。ね、まあこれは多くの人が語ってるんだけうん。ども、うん。やっぱりそういったことをこう共有していって、なんかまあ本当にボクシングも含めて文化っていうのかね、本当に身体文化っていうものをもっとうん。もっと、まあそれは僕らの使命だと思うんですが、はい。はい。そんな風に思います。なるほど。いや、大変興味深い話、今日もありがとうございました。ボクシングの話を中心に今日は展開していきましたけれども、どちらかというと見る側の立場、見る側の興奮する立場が、どんな風な興奮の仕方をしているとかの方がこれから問題になっていくのかな、という風な感じもしました。山本さん、小林さん、ありがとうございました。ありがまたとうございまもう一回した。よろしくお願いしはい。ます。はい。では皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ
玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、日本のスポーツの現在地と未来を考えるのエピソード3、JOC 会長に橋本聖子参院議員が就任したことを考えるです。引き続き山本さんと小林さんとともにお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。